いきなりですが、とても興味深い研究報告について紹介します。この研究はホテルのルームサービス係の方を対象とした健康に関する研究調査です。まず研究者たちは各ホテルのルームサービス係の健康チェックをし、任意に A グループと B グループの2つのグループに分けました。そして A グループにだけあるものを与えて、B には何も与えずに比較調査を行いました。そして1ヶ月後、研究者らがホテルに再度訪れて、再び健康チェックをしました。その際、ルームサービス係の仕事量がどちらのグループも以前と同じだったことを確認しました。また仕事以外でもどちらのグループも運動はしておらず、食事、喫煙、飲酒の習慣も以前と同じだったことも確認しました。つまり、片方のグループだけが健康状態が良くなるような仕事量や生活習慣の変化はなかったということです。しかし、健康チェックの結果には大きな違いが出ていました。あるものを与えた A グループは、大幅に体重が減り、肥満度指数とウエストヒップ比が下がり、血圧も下がっていました。一方、B グループにはそのような改善は見られませんでした。当たり前ですよね。仕事内容も以前と同じ、生活習慣も以前と同じなわけですから。しかし、あるものを与えた A グループは、以前と同じことをしていたのにもかかわらず、より健康になっていたんです。このあるものとは一体何だと思いますか？僕はいつも講習会でこの話をするのですが、サプリメントとかお水じゃないかなんて声が上がることが多いです。しかしそれらではありません。答えは知識なんです。どういうことかと言いますと、例えば15分のシーツ交換は40キロカロリー、15分の室内清掃は50キロカロリー消費します。こういった運動は体にこんな効果があって、こんな良い影響を及ぼします。といった内容の知識を与えたのです。さらに、スタッフの頭にこの内容が刻み込まれるように、重要なポイントと数字が書かれたパンフレットを渡し、スタッフ用ラウンジの掲示板にも貼り出し、その知識を意識してもらったんです。もう一度言いますが、知識を得て意識してもらうというたったそれだけのことで、今までと同じ仕事、同じ生活習慣だったにもかかわらず、より健康になるということが起きたのです。この意識の効果は、その後もスポーツ競技のトレーニングやリハビリの分野でも数多くの研究によって実証されていて、トレーニングの大原則の一つ、意識性の原則として知られています。そしてちょっと B グループにも注目して、リアルに想像してみてほしいのですが、本当は体に良い影響を与えることを毎日しているのに、知識もなく、意識しないでやっているせいで、体には何の変化も起きていないんです。きっとこのまま何ヶ月続けても健康診断の数値は変わらないでしょう。B グループの人たちはただ与えられた仕事を淡々とこなしている状態です。もし皆さんが普段、ただ与えられたトレーニングをなんとなくしているだけなら、この B グループの仕事のようになっているかもしれません。つまり何ヶ月トレーニングを続けたってほとんど何も変わっていないということが起きるかもしれないんです。意識の効果は絶大ですが、それは逆に意識していないとそのトレーニングは時間の無駄になっているかもしれないとも言えるのです。時間と労力を無駄にしないために、ぜひこの動画を最後まで見てもらいたいと思います。当たり前な話ですが、意識するにはまず正しい知識が必要となります。例えば100メートル走の選手がトレーニングでアンクルジャンプをするとします。アンクルジャンプというのはこんな感じのトレーニングです。そもそもこのトレーニングは何のためにするのか、何を鍛えているのかまで知らなければダメなんです。少しだけ意識の話から脱線して短距離走の科学について話します。アンクルジャンプに直結する知識としては、着地についての知識が必要です。これは横軸が足の速さ、縦軸が足が地面に接している時間のグラフです。速く走れる人ほど着地の接地時間が短くなっています。また、これは着地時の地面を蹴るパワーのグラフなのですが、
足が遅い人は着地の時間が長く、かつパワーが弱いのに対し、速い人は一瞬の着地で大きなパワーを発揮していることがわかります。この科学的な事実を知った上でアンクルジャンプについて考えてみると、接地時間が短い中での強いパワーを発揮するということが大切だとわかります。その知識があれば、膝を大きく曲げ伸ばしすれば接地時間が長くなってしまうので、膝はあまり曲げずに着地の一瞬で思い切り強く高くジャンプするという意識ができます。ただなんとなくアンクルジャンプをしていたところでパフォーマンスアップにはなかなか結びつかないでしょう。意識性の原則を使いトレーニング効果を高めるためにはまず競技の動作、バイオメカニクスとトレーニング理論の知識をある程度は得るように努力しましょう。指導者の方ならこのトレーニングはパフォーマンスを向上させる上でどんな意味があるのか、そして何を意識する必要があるのかという知識を選手に与えてほしいと思います。今回はトレーニングの大原則の一つ、意識性の原則について紹介しました。ホテルのルームサービスの研究調査を例に、知識を与え、意識するだけで今までと同じことをしていても体に良い影響を及ぼすということをお話ししました。そしてこの意識性の原則を利用するための大原則として、正しい知識を身につけましょうというお話をしました。次回はこの意識性の原則をさらに詳しく掘り下げ、より効果的な意識の仕方を解説していきます。内的意識、外的意識とは何か、意識しない方が良いケースについて、そして練習における最も大切な意識とは何かという内容について説明していきます。この意識性の原則は、分かった気になって誤った意識の仕方をしている人が本当に多いので注意も必要です。でも正しく意識することができれば、おそらく皆さんが想像している以上の効果を得られますので、ぜひ次回の動画も見ていただきたいと思います。いかがだったでしょうか？今回の動画が面白かった、参考になったと思ってくださった方は、高評価、コメントをいただけると嬉しいです。また今後も皆さんの役に立つ動画を配信していきたいと思いますので、トレーニング理論や競技のバイオメカニクスなど、詳しく知りたい内容がありましたらコメントでリクエストをいただければと思います。またチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。